どうして私が責められなきゃいけないんですか？むしろ感謝される立場だと思いますけど。私の家で夕飯を食べた後、子供たちを置いて出かけようとした兄嫁のマリコさんは、義父に引き止められ、声を荒げ始める。感謝？義父のその言葉を聞くと、マリコさんは私に向き直ってニヤニヤと笑う。アキさん、あなた子供ができないんでしょ？自然に子供を産めないなんて、女として欠陥品ってことよね。そんなかわいそうなアキさんに子育てを経験させてあげてるのよ。嬉しいでしょう。その言葉を聞いた義父は、おもむろに湯飲みをつかむと、お茶をマリコさんに浴びせた。私はアキ、夫の渡と結婚して20年以上になる。結婚してすぐに子供が欲しいと願っていた私と渡だったが、1年経っても2年経っても子供には恵まれなかった。不妊治療も行ったが、精神的にも金銭的にも疲れ果てた私たちは、不妊治療を諦め、夫婦2人で過ごす道を選んだ。不妊治療をやめて仕事に専念することに決めた渡は、かねてから会社に打診されていたポストを引き受け、海外へ単身赴任することを決めた。そんな矢先、渡の兄の湊さんが結婚したい人がいると言って、私たち夫婦を実家に呼び出した。湊さんが連れてきた彼女は、湊さんの7歳下のマリコさんという女性だった。マリコさんは屈託なく私と渡に話しかけてくる。こんな年間の義理の妹ができるってウケるんだけど、もしかしてアキさんたちの子供の方が私と年が近かったりして。マリコさんの言葉に私と渡は顔を曇らせる。子供はいないんだ。へえ、子供のいない夫婦ってのも寂しいものですね。かろうじて答えた渡と、私の辛そうな表情には気づかず、マリコさんはあっけらかんと話してくるのだった。その半年後、2人は結婚式を挙げると、渡は間もなく海外へと旅立っていく。そんな中、結婚して日常生活を始めると、マリコさんは次第に私への敵対心を燃やすようになっていった。義母がマリコさんよりも私の方を可愛がっていると訴え、自分がないがしろにされていることが不満だという。しかし、ある時、その状況が一変する出来事が起こる。マリコさんの妊娠が発覚した。初孫ができると聞いて、義両親は飛び上がらんばかりに喜んだ。家族みんなからちやほやされ、マリコさんも満足そうにしている。アキさん先を越しちゃってごめんなさいね。まあアキさんの年じゃもう挽回するチャンスはないと思うけど、今アキさんにできることって私が元気に出産できるようにサポートすることくらいよね。そばで聞いていた義母はマリコさんに寄り添いながらも私に話しかけてくる。そうねアキさん、どうかマリコさんをサポートしてあげて。マリコさんも初めての出産で不安だと思うの。マリコさんは義母の言葉にほくそ笑むと早速私に告げてくる。早速だけど、アキさん、駅前のケーキが食べたいから買ってきて。え？ケーキ？今から？アキさんにはわからないと思うけど、妊娠すると急に食べたいものができるの。つわりはこれから始まるかもしれないし、今のうちに好きなものを食べておかないと。わかりました。仕方なく私は一人マリコさんのためにケーキを買いに走った。戻ってくるとマリコさんと義両親は楽しそうに談笑しながらネットでベビーグッズを眺めている。会話に夢中で私に気づかない義両親に向かって私はおずおずと声をかける。ケーキ買ってきました。マリコさんはしれっと言葉を発する。なんか今はケーキの気分じゃなくなっちゃったかも。気が向いたら食べるから冷蔵庫入れといて。でもせっかくみんなの分も買ってきたのに。私が反論しようとすると義父がすぐに私を止める。マリコさんが食べたい時に食べればいいんだから、私たちのことは気にしないでくれ。義母も義父の言葉に同意する。それがいいわ。アキさんそんなに食べたいなら一人で食べててもいいわよ。私はそんな。それからも私はマリコさんに駒使いのようにこき使われていった。その後マリコさんは無事息子の健太を出産する。
健太が生まれると義両親はメロメロになり、出産祝いはもちろん、健太のためとマリコさんに言われると、言われるがままにお金を渡してしまう。しかし、マリコさんは義両親からお金をもらうたびに新しい服で着飾っていく。それでももらったお金を使い切ると、マリコさんは湊さんに不満を漏らすようだった。ねえ、なんでいつまで経っても給料上がらないの？周りでこんなに安月給なの、うちだけなんだけど。湊さんはムッとして答える。そんなにお金が欲しいならお前も働いたらどうだ？そんなことを湊さんに言われたマリコさんは、当時在宅勤務が増えていた私にお願いをしてくる。そんな風に言われたら、私も仕事探さないわけにはいかないでしょ？だからね、アキさん、うちの子を預かってほしいのよ。健太を預けに私の自宅へやってきたマリコさんは、仕事を探すと言いながら、明らかに遊びに行くような派手な格好をしていた。でも、私も家でやらなきゃいけない仕事が、家にいるんだから面倒くらい見られるでしょ？アキさんはわからないでしょうけど、世の中のお母さんはみんな仕事と育児を両立させて頑張ってるの。じゃあよろしく。そう言うとマリコさんは健太を預けていそいそと出かけていく。強引なマリコさんに呆れながらも、甥っ子の可愛さに負けて、私は健太をあやしながら何とか仕事を続けていった。しかし、その後もマリコさんはいつまで経っても仕事が決まらず、私のところに健太を預け続けていく。そんな日が続いたある日、私はマリコさんから義実家に呼び出された。今日は報告があります。実は私、2人目を妊娠しました。マリコさんは高らかに宣言する。そうか、マリコさんおめでとう。おめでたいニュースに私も喜んだが、前回の妊婦の時のようにこき使われるかと思うと、私は少し憂鬱な気持ちになった。そして思った通り、マリコさんは早速私の自宅にやってくる。アキさん、なんだか体が重くて夕食を作る元気がないの。夕飯ごちそうになってもいい？それはいいけど、湊さんは？湊は夜勤でまだ寝てるから、湊の分は持ち帰らせてもらうわ。ああ、それから私はちょっと横になるから、健太の面倒も見てね。でも私は夕飯の準備が。アキさんにはわからないでしょうけど、世の中のお母さんは育児も家事もどちらもやってるの。それくらい頑張ってよね。マリコさんはそう言ってテレビを見ながらソファーでゴロゴロしだす。そして夕飯を食べ終えると片付けもせずに健太を連れて帰っていった。それからもマリコさんは毎日のように我が家に来ては夕飯を食べていく。湊さんがいる時でも健太の面倒を見るでもなく、夫婦揃ってあげ膳据え膳で夕飯を食べるだけ食べて帰っていった。その後もマリコさんはダラダラした妊婦生活を送りながら出産を迎え、今度は女の子を出産する。マリコさんは孫娘を抱くことができたと義両親からまたもや感謝され、出産祝いをたっぷりともらってご機嫌だった。仕事するより子供を産む方が楽にお金を稼げるじゃない。こっそりつぶやいたその言葉に思わず私が反応すると、マリコさんは悪びれもせずに私に告げてくる。ああ、聞こえちゃった？羨ましかったらアキさんも子供を産んでみたらどう？私が何も言えずにいると、マリコさんはますます調子に乗り、当たり前のように毎日子供たちを連れて夕飯を食べに来続けた。しばらく経つとマリコさんはまた仕事を探すからと、家で夕飯を食べた後、子供たちを私に預けて出かけていくようになっていく。私は下の子をあやしながら、健太に絵本を読んで寝かしつけをするのも日課になっていく。そしてそれからほどなくして、私はまた実家に呼び出される。私3人目を妊娠しました。どうやらマリコさんは以前つぶやいていた仕事をするよりも子供を産む方が楽にお金を稼げるという言葉を実行し、その後も出産祝いが尽きて仕事を探すように言われるたびに妊娠出産を繰り返し、最終的には子供5人の母親となった。しかしそんな子供たちに私はどことなく違和感を感じざるを得なかった。それでも5人も子供たちを産んだマリコさんは子供のいない私を完全に見下すようになっていく。
なんだかんだ言って女の役目って子供を産むことでしょ。少子化にも貢献してるし、社会のためになってるって感じ。むしろ子供を産まないアキさんって何のために女として生きてるの？義実家で私に投げかける暴言を聞いた義母たちは、さすがにまずいと思ったのか、かばってくれるようになる。マリコさん、そんな言い方しなくても。しかし、マリコさんはひるまなかった。お母さんはアキさんの肩を持つんですか？そんなに邪険にされたら実家に来る気なくしちゃうな。そしたらお母さんたちも子供たちに会えなくなっちゃいますね。別にマリコさんを邪険にしているわけじゃ。孫の顔を見るのが生きがいになっている義両親にとって、自分たちの血を分けた孫と会えなくなるのは何よりも辛いはず。マリコさんの暴言を一身に受けながら、孫たちに囲まれて幸せそうな義父母を見ているのが辛くなった私は、次第に義実家への足が遠のいていく。しかし、そんな私の気持ちはお構いなしに、マリコさんと湊さんは相変わらず、平日は子供たちを連れて毎日のようにうちに夕飯を食べに来た。マリコさんの暴言を聞くのは苦痛だったが、私を慕ってくれる健太をはじめとする甥っ子や姪っ子たちは私にとっても可愛く、無下にはできなかった。そんなある日、義母から電話がかかってくる。アキさん、最近なかなか会えないけど元気？優しい義母の声に私は思わず本音を漏らしてしまう。なかなか行けずにすみません。平日にマリコさんが来るときは何とか我慢してるんですけど、土日までマリコさんの暴言を聞くのはどうしても辛くて。私が涙ながらに訴えると、義母は慌てて聞き返す。マリコさんって平日にアキさんのところに行ってるの？はい。仕事を探すから子供たちを預かってほしいって言われて。最近のマリコさんは平日は一日中子供たちと一緒にいるから、週末くらいは子供と離れて過ごしたいって言って、うちに子供たちを預けて夫婦でどこかに行ってしまうのよ。そんな、じゃあマリコさんは平日も土日も全く子供たちの面倒を見てないってことじゃないですか。あまりにも無責任なマリコさんの行動を知り、私と義母はマリコさんへの不信感を募らせていく。私はマリコさんの子供たちに感じていた違和感をそれとなく義母に話すと、義母も疑念を感じ始める。私は義母との電話を切った後、その違和感を確かめるために行動に移した。それから数ヶ月後、私は義両親を自宅に呼び、いつものようにうちに夕飯を食べに来るマリコさん家族を迎える。その日は仕事に行く前の湊さんも一緒だった。義両親の存在に一瞬驚いたマリコさんたちだったが、すぐににやりと笑ってくる。お母さんたち、平日も孫に会いたくなっちゃったんですか？マリコさんは義母がいてもいつも通り子供の面倒を見るわけでも料理の手伝いをするわけでもなく、だらだらと過ごす。そして食事が済むと湊さんと一緒に出て行こうとする。マリコさん、子供たちを置いてどこに行くつもりだ？マリコさんを義父が鋭い言葉で引き止める。私も仕事を探しに行ってるんですよ。何か問題ありますか？マリコさんはこれまでも毎日のように子供たちを預けているそうだね。マリコさんたちは土日もうちに子供たちを預けて出かけているだろう。もっと子供と一緒に過ごす時間を作ってあげたらどうだ？義父の言葉にマリコさんはうんざりしたように答える。どうして私が責められなきゃいけないんですか？むしろ感謝される立場だと思いますけど。感謝？マリコさんは私に向き直ってニヤニヤと笑う。アキさん、あなた子供ができないんでしょ。自然に子供を産めないなんて女として欠陥品ってことよね。そんなかわいそうなアキさんに子育てを経験させてあげてるのよ。嬉しいでしょう。その言葉を聞いた義父はおもむろに湯飲みをつかむとお茶をマリコさんに浴びせた。何するんですか？父さん、いくらなんでもそこまでしなくても。そうですよ、ひどいじゃないですか。ひどいのはマリコさんの方だ。大事な嫁のアキさんをこれ以上侮辱するのは許さない。孫の顔を見せられない嫁なんかより、孫を産んでやった私の方を大事にするべきじゃないんですか？すると義父は静かに答える。孫と言うが、あの子たちは私たちとは何の血のつながりもないだろう。マリコさんはぎくりとする。その様子を見て湊さんが口を挟む。父さん、何言ってるんだ？
孫だから血のつながりはあるだろ。義父は湊さんに興信所の調査結果を見せる。そこにはマリコさんがいろんな男性と飲み歩いて関係を持っているという調査結果と証拠の写真が揃っている。マリコさんは仕事を探しに行くふりをして、これまでずーっと複数の相手と浮気していたんだ。そしてもう一つの調査結果がこれだ。調査結果を見て湊さんは青ざめる。5人の子供の DNA 鑑定？俺との生物学的親子関係の可能性は 0%？ 子供たちも全員異父兄弟の可能性が高い？なんだよこれ。調査結果に記されていたのは、5人の子供の父親は全て湊さんではなく、しかも兄弟間でも異なる父親の可能性があるという結果だった。子供たちの顔も体型も誰一人として似ていないことに気づいた私は、DNA の検査を義父に提案していたのだった。湊さんのショックはすぐにマリコさんへの怒りへと向かった。お前、俺を今までずっと騙してたのか？ふざけるな。しかし、そんな湊さんを義父は叱りつける。お前にそんなことを言う資格があるのか？お前も同罪だ。そう言って義父はさらに調査結果を出す。土日に2人で出かけて行っているはずなのに、マリコさんは土日も他の男性と会っていた。その間、湊が何をしていたのか不思議だったんだ。調査結果には、湊さんと女性との浮気現場の写真も添付されている。お前も浮気していたから、むしろ土日に夫婦で別行動なのは好都合だったんだな。呆れる義両親と私の姿勢をごまかすように、湊さんが叫ぶ。黙って他人の子供を育てさせたマリコの方がタチが悪いじゃないか。こんな女とは離婚だ。慰謝料は相殺してやるが、当然子供たちの養育費は支払わない。俺が帰るまでに子供たちを連れて出て行け。湊さんはそう言い捨てて逃げるように仕事に向かった。残されたマリコさんは呆然としている。そんな、収入もないのに5人の子育てなんて無理よ。マリコさんは私と義両親にすがりつく。ねえ、アキさんもお母さんたちもうちの子たちと一緒に過ごせて幸せだったでしょ？私の生活を助けてくれるなら、これからもこの子たちに会わせてあげるわよ。私はマリコさんに告げる。確かに血のつながりはなくても、ケンタたちはみんな可愛くて大好きよ。だったら。目を輝かせるマリコさんに私はきっぱりと言い放つ。だからといって、自分勝手な行動で家族みんなを裏切ったマリコさんを許すことはできない。子供たちのためにも、これからは母親としてしっかりと子供たちと向き合うべきだわ。するとマリコさんは今度は義両親にすがりつく。お父さんお母さん、孫に会えなくなってもいいんですか？義父は静かに答える。孫たちと会えなくなるのは寂しいが、私もアキさんに同感だ。子供たちにとっては、実の母親のマリコさんが心を入れ替えてそばにいてやるのが一番幸せなはずだ。義母も義父の言葉にうなずいている。そんな、私の自由はどうなるのよ。わめくマリコさんの言葉に耳を貸す人はいなかった。結局マリコさんはなすすべもなく離婚に同意し、子供たちを連れて自分の実家に戻った。マリコさんの両親は浮気して出戻ったマリコさんを厳しく叱り、マリコさんの行動を管理した。自分の時間は一切持てずに、昼間は家事と育児、夜は自立するためのバイトでスケジュールをびっしりと埋められたマリコさんは、朝も晩も休む間もなくヘトヘトですっかりやつれてしまっていると聞いている。一方湊さんは浮気相手が取引先の既婚女性だったため、相手の夫からの慰謝料請求が会社に届き、会社にもバレて地方に飛ばされてしまった。今は地方で一人、借金を返すために必死に働いているだろう。その数ヶ月後、単身赴任を終えた渡がようやく帰ってきた。自分がいなかった時のことを聞いた渡は、私に深々と頭を下げてくれた。アキが大変な思いをしている時に一人にさせてごめん。いいの。それよりお父さんとお母さんが心配で。私は渡にある提案をする。急に孫との生活がなくなって寂しがってると思うの。だから代わりに私たちが実家に同居するのはどうかしら。こうして私と渡は実家へ引っ越し、
義両親との同居生活を始めた。そして数年後、家に一人の少年が訪ねてくる。お久しぶりです。僕、健太です。それはマリコさんの長男の健太だった。健太、大きくなって一体どうしたの？マリコさんは？私が驚いて尋ねると、健太はしっかりとした口調で答える。お母さんにはここに来ることは言っていません。弟や妹は小さくて覚えていないけど、僕はおじいちゃんやおばあちゃん、秋おばさんに優しくしてもらったことにずっとお礼を言いたかったんです。お礼なんて、そんなのいいのよ。私がそう言うと、健太は少し恥ずかしそうに話しかけてくる。あの頃はお父さんとお母さんは僕たちのことはほったらかしだったから、秋おばちゃんたちと過ごす時間だけが子供の頃の楽しい記憶なんです。だから、これからまたこうして会いに来てもいいですか？私はすぐに答えた。もちろんよ。ね、お父さんお母さん。ああ、もちろんだ。今までみたいにおじいちゃんおばあちゃんと呼んでくれるかい？うん。健太はほっとしたように子供らしい笑みを浮かべ、元気に答えた。血のつながりはないが、あの時過ごした時間が健太にとって良い記憶になってくれた。私にとってこんなに嬉しいことはない。子供のいない自分でも次の世代に何かを残すことはできるんだと満たされる気持ちになるのだった。